こんにちは、トマロブです。ついにね、メタクエスト3がね、昨日というか今日の夜中に発表されてしまいましたね。この間ね、メタクエストプロ買ったばっかりなのに、これよりね、高性能なものがもう本当に半額ぐらいの、買った時の半額ぐらいの値段で出ちゃったっていうところで、これはもうこの辺買い替え必須だなというわけで、早速箱を準備しております。一応ね、今回ここにね、PR タグみたいなのついてるんですけど、実はね、ちょっと前にメタさんの方でタッチ&トライみたいなイベントがあって、それにね、招待いただいて実際試したっていうところで、今回そういう感じの動画となっています。メタクエスト3実際ね、こんなにすごいのっていうところもあれば、ここは思ったほどでもないなみたいなところもあったりするので、実際のね、感想とともにお伝えできれば幸いです。それでは行ってみましょう。はい、というわけでね、メタクエスト3早速ね、もう発表されて、僕が寝てる間にすでにね、予約注文が開始されていますね。なんか噂によると512ギガとかもね、もう発売日に届かないぐらいすごいね、人気というか殺到してるみたいで、結構今回やっぱりクエスト2からの買い替えの人多いんじゃないかなと思います。発売に関しては10月10日ですね。で、128ギガ74,800円、安すぎるっていうのと、512ギガの96,800円っていうところです。これね、日本円にするとちょっとね、7万円かみたいな雰囲気になりそうなんですけど、実際ね、アメリカだと499ドルらしくて、これ一時期のね、円高の日本だったら3万円台だったじゃんっていうね、ちょっと為替のあれがあるんですけども、そんな感じになってますね。メタクエスト3はね、結構なんかこのプロよりもさらにね、中身の性能は進化していて、かつだけどね、クエスト2よりのアイテムって感じですね。一応メタとしてはね、なんか初の MR ゴーグルっていう言い方をしていて、拡張現実、いわゆるこういうね、リアルな世界と、あとバーチャル空間を組み込んだ、なんか組み合わせたね、使い方とかを推奨しているみたいなんですけど、そういうね、違いがあったりします。実際の性能もね、ちょっとすでにニュースサイトとかで出てるんで軽く紹介なんですけど、スナップドラゴン XR2 ジェネレーション2っていうね、やつが搭載されていて、これに関してもメタクエストプロとかメタクエスト2とかよりもね、かなり高性能なものとなっています。メモリーに関してはね、クエストプロの方が大きいんですけど、ちょっと見てほしいのが、このディスプレイの解像度が高くなってるんですよね。 2064×2208 っていう感じで、このね、プロとか、クエスト2とかよりもかなり高くなっています。この辺ね、実際に試したので後で紹介します。でパンケーキレンズっていうね、本当に端っこの方まで見やすいレンズを搭載していて、で今回ね、初の MR デバイスって歌ってるだけあって、パススルーのね、機能がかなり向上していますね。400万画素の、カラーのね、カメラを使って、それで立体的にね、カラーパスする、こうやって現実の世界をカメラ越しにね、見ることができます。もともとね、こういうクエストプロとかクエスト2でもそういう機能備わっていたんですけども、それよりね、結構高解像度になっていますね。この辺も後で試しています。でバッテリーの持ちがちょっと良くなっていて、バッテリー容量は大きいんですけど、おそらくね、CPU のパワー的なところで、2時間、だいたい2時間駆動っていう感じですね。有線でね、接続しながらも使えるし、充電しながら PC に接続しながら使うっていうこともできます。でここにはね、載ってない話で言うと、重さがね 515g なので、クエスト2にね近い感じですね。性能としてはクエストプロに近い感じだけど、かなりね 200g ほどこっちから軽くなってるっていうのはありがたいところです。で視野角に関しても、メタクエスト3はね、今までより若干広い110度っていう感じになってますね。5度ぐらいちょっと広がってる感じがあります。あとはね、細かくアイトラッキングが入ってなかったりとか、コントローラー側がね、充電式じゃなくて乾電池式になってたり、コントローラーの方にプロセッサーが入ってなかったりとかね、そういう違いがあるので、クエストプロからの進化っていうよりかは、どっちかっていうとね、クエスト2に近い感じなんだけど、こっちのね、性能を兼ね備えてるっていう、つよつよのモデルですね。それでいて価格が7万円台かっていうね、ところで、本当に市場にクエスト2の中古がもう本当に溢れ返るんじゃないかと心配しております。はい、スペックの話はしてみたんですけど、ここからね、ちょっと実際に試したところを Vlog 撮っているので紹介していこうと思います。はい、というわけでこちらがね、クエスト3のね、
筐体ですね。うわ、めちゃくちゃ嬉しい白なの。そして結構ねデザイン的にも変わってる感じがあって、このね筐体自体は結構薄くなってる感がありますね。で筐体をね一応ちょっと見ていくと、このね個人的には嬉しい、なんかねラバー加工がされてるわけでもない、本当にねフラットなプラスチック素材で白っぽい感じです。今ね照明がちょっと暖色寄りなんでちょっと暖色っぽく見えてるかもしれないんですが、かなりね真っ白い個人的には好きなカラーですね。で正面を見るとカメラが1234っていう4台ね前面に搭載されていて、真ん中がおそらくライダー系のセンサーだと思います。そしてこっち側とこっち側にねおそらくコントローラーとか周辺をね見るための、カメラっていう形で合計4箇所に一応ついてるのかな、そんな感じですね。めちゃくちゃこれ個人的には嬉しい進化ポイントなんですけど、ここのね真ん中の部分、ここにね多分ねライダーセンサーみたいなのを搭載していて、このね周りを見回すとその空間をね自動的に認識して、本当に境界線をね作ってくれるというやつなんですね。例えばおばあちゃん家で今日にやろうかなと思うと、いきなりこうガーディアンをね設置してくださいみたいになるじゃないですか。それがね結構煩わしくて、開発者モードでオフにしたりしてたんですけど、今回からねそれが自動でこう周りを見回せば認識してくれるっていうところで、その機能はめっちゃ嬉しいです正直。でここはね IPD、この視野の幅の調節をできるねダイヤルとかがついていて、でここをこうやって回すとこのね真ん中、これゴムっぽい感じでできてるんですけど、この部分に対してちょっと広がったりとか狭まったりっていう調整ができます。今まではかぶった状態でねこうガチッガチって調整するの結構めんどくさかったんですけど、かぶった状態でこうね気持ちよく調節できるのは嬉しいですね。付属のバンドに関してはめちゃくちゃ簡素なものですね。でカラー的にも真っ白で結構安っぽいみたいな感じはあるんですけど、ちょっとね汚れが目立ちそうな感じはするんですけど、付属のものはこんなところです。今回は結構ね選べるアクセサリーみたいな、なんかオレンジ色のものとかがあったりするので、そういうのをね、使ってくださいみたいな感覚だと思います。でコントローラーに関しても前のねクエスト2のやつはこうリング状になってたと思うんですが、それがねなくなってこんな感じでクエストプロのようにフルフラットな感じになっています。でホワイトがね貴重となっている点が個人的にはめっちゃ嬉しいです。で重厚感的なところはそんなにね、なんかクエストプロとクエスト2の間みたいな感じですかね。こんな感じででも結構ねボタンのオーカーツみたいなボタンをね押した時の感じとかは結構クエストプロに近いんですけど、筐体自体のなんかこのカポカポみたいな感じはちょっとクエスト2に近いのかなっていう、そんな印象を受けております。で充電ポートは USB-C ですね。イヤホンジャックとか見た感じ備わってないですね。なんか 3.5mm イヤホンジャックここにあるんだ、片方だけに。クエストプロだと両方あんのよ、こっちとこっちで。これは1個だけヘッドホンとかつけられるようになってるみたい。でもだいぶ目立たなくなってるよね。まだね電源は入ってないみたいなんだけど、装着するとこんな感じです。これをした状態だと下はね本当に見えない。クエスト2の時と同じような感じで、クエストプロみたいになんかこう自動的にね下が見えるとかそういうのはないです。完全に没入する形、これは。なのでやっぱりデモとかでも出てきたけど、ゲームをねプレイするとかそういう用途に本当に振り切ってるんじゃないかなって感じですね。こんな感じでここに固定してこうしてもう一回ここに置いてみたいなのはクエスト2よりはしやすいのかな。やっぱねコントローラー良くなってますわ。コントローラーが結構持ちやすくて使いやすい気がする。でも結構ね重さに関してはそんなに変わってない気がする。厚さも別にこのねゴーグルのこの目をねガードする部分があるからそんなにめっちゃ薄いって感じはしないんですけど、こう持ち運ぶ時にこうグイッとね入れてこのままここの部分とかにこういうコントローラー、これちっちゃくなったんで最高なんですが、こういうコントローラーをこう収めてこのままなんかカメラのねレンズケースとかに持っていけるって考えるとこのサイズはいいかなと思います。正直ねクエストプロは持ち運びにはあんまり向いてなかったんで、この辺のね持ち運びやすさっていうのは嬉しいですね。あとは実際に試してそのね改造感とか、なんか周辺の歪みみたいなそういうところがちょっと気になっている感じです。よいしょ。おー、なんか装着感柔らかい。パススルー確かに綺麗かも。
でも明るさはちょっと歪む感じはあるけど、普通に見えるわ。普通に見えます。すごい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 。なるほど。メタボタン一度押していただいて、はい。おお、綺麗。なんか解像度上がってますね。多分なんか違いますね。やっぱ前のクエスト2とは全然違いますね。クエストプロに近い。なるほど。すごい。なんか iPhone ライダーセンサーに近いような感じで、こうやって一応スキャンができる感じですね。すごい。このマスク越しというかゴーグル越しでこんな感じで割と暗い部屋もちゃんと歩けるのすごいですね。ここに今物があるってなってるけど、それもちゃんとこう自然と通り過ぎてスキャンすることができます。すごいわ。リアルにこうやって足元だけをガーっていう風にやるよりも、オブジェクトをちゃんと認識してくれている分、その辺が楽っていう感じかな。これ PC に接続しないでこれになってるってことですもんね。でもこれでも十分かなりスタンドアローンで綺麗ですね。すごい。なんか振動がちゃんとしてる。振動の感じが違いますね。メニューボタンをそれでは皆さんに一緒に説明をさせていただこうかと思います。はい。させていただいて、めっちゃでかくできる。ずらしていただいてもいいですし、やりやすい。アイテム取ってみよう。ファイヤー。やばい。これめっちゃ強い。トゥントゥントゥルントゥントゥントゥルントゥ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 ルントゥントゥントゥルントゥ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 ルン。今屈伸煽りしてる。やばいやばい最悪。ありがとうございます。いやおもろいわこれ。ありがとうございます。盛り上がってましたね。はい、というわけで実際にね試してきました。試せた時間がね15分ぐらいで、そんなにがっつりいろんなコンテンツ試せるってわけじゃなくて、本当にデモ程度だったんですけど、それでもねこんなに進化したらこれめっちゃ売れるやんみたいなね感じの進化がたくさんありましたね。その辺ちょっとお伝えしてみます。まずねディスプレイについてなんですけど、ディスプレイはね、実際使ってみた感じかなりね発色が良くて、コントラストも高く解像感もある印象でした。この辺はね実際にスペックどのぐらいとかをね伝えられる前にね試したんですけど、それでもこれクエストプロっぽいけどクエストプロよりちょっと解像度高いぞって思った感じだったので、本当にねスペック通りというか、今までクエスト2使ってた人はもちろんクエストプロを使ってた人でもちょっとだけね性能の向上は感じられるかなと思います。でパンケーキレンズをね搭載したことで、ディスプレイのね周辺まで結構ね文字がぼやけずに見えるっていうのもメタクエスト3いい点かなと思います。例えばねイマーズドとかでこうやって VR ゴーグルをかけてね作業をするっていう用途だと、こうやって前を見ながらチラッチラってこっちね横目でねこっちの情報を見たいっていう時あるじゃないですか。今までのクエスト2とかだとそれがねぼやけて厳しかったと思うんですけど、それはねメタクエストプロと同じような感じでチラッて見るだけでも本当に画面の端っこにある文字まで結構くっきり見えましたね。この辺のね文字の見やすさみたいなところはクエストプロ譲りかなっていうところですね。一応ね質問でクエストプロと同じパンケーキレンズなんですかっていうのをね尋ねてみたんですけど、わずかにね違うって言ってましたね。構造としてはクエストプロに近いけどクエストプロのものとは別物っていう話をしてました。で一応ね視野角も110度ぐらいまでね横に広がっていて、わずかにね広がってる感じだったんですけど、その時はねそういう情報を得てなかったので、ちょっとね体感として違いがあったかって言われたらちょっと微妙ですね。今ねこうやって比較してみると確かに広いって思うかもしれないけど、その時はねそこまで感じなかったかもしれないです。どっちかっていうと解像感とかコントラストのね高さに驚いたっていう感じですかね。であと個人的な感想なんですけど、ディスプレイのね性能だけっていうよりかは中のねプロセッサーの性能も上がってるから、このコンテンツがねメタクエスト3に対応したものだったら若干こうマテリアルの感じとかテクスチャーのね解像度とか上げてるのかなっていう気がしました。なんかね一部そういう宇宙船の中をね試すみたいなゲームをやったんですけど、本当に PCVR をねやってるかのような、なんか
メタクエストの中に最初から入ってるファーストコンタクトみたいなアプリあるじゃないですか。あれぐらいだけどもう少し解像度が高い感じで試せたので、そういうねなんか違いはちょっとあるかもしれないですね。はい。で、気になる人が多いところで言うとやっぱりパススルーの性能ですよね。今回 MR っていうね感じのデバイスを謳っているので、かなりねこれはスペック上では向上しています。メタクエスト2の10倍以上の解像度になっていて、メタクエストプロから比較すると3倍以上のね解像度になってるって話だったんですけど、実際にねこれを試せた部屋が結構薄暗かったんですよ。なので、カメラの性能がね向上したって言っても、スマートフォンにね搭載されているカメラ程度だったりするので、暗い場所だとやっぱりねどうしてもノイズが乗っちゃうからめちゃくちゃ綺麗驚きみたいな感覚は特になかったです。皆さん手元にねこういうライダーセンサー付きスマートフォンがねあると思うんですけど、これのね3倍望遠とかにすると結構暗い場所だとノイズが乗りがちじゃないですか。その感じに近いような印象を持っています。もしかしたらもう少しね明るい場所で見たら違う印象を受けるかもしれません。で、パススルーに関して実際ね解像度みたいなところは結構ね向上している感じがありましたね。よくみんな試すのだとこうやってねゴーグルをした状態でこうやってスマートフォンを見た時にこのね文字とか LINE の文字とか細かい文字読めるかっていうのがあるんですけど、それは文字自体は読むことができました。ただ結構ね歪みやすいというか、今までのこういうクエストプロとかこの辺のね構造と近いみたいで、近くにあるものはすごいねグニャングニャングニャンみたいな感じで歪むので、スマホの文字は頑張ればね解像度的には読めるんだけど、このパススルーの機構としてちゃんとねこうやって読むっていうのは難しそうです。なんかねちょっと酔う感じになります。この辺はねソフトウェアの問題だと思うので、アップデートとかで歪む問題解消されたら嬉しいですね。で、もう一つ試せたものだとライダーセンサーみたいな真ん中のねこういう空間センサーを使ってガーディアンを作ったり空間をね認識してくれるっていう機能のねゲームも試したんですけど、これに関しても結構ねなんか iPhone のライダーセンサーアプリに近い感じですね。で、最初この情報を見た時にこれ被るだけでこうやって見回せばもうガーディアンできるからもう手でやるよりめっちゃ楽になったじゃん、これはもう買いでしょうと思ったんですけど、実際にね設定してみるとある程度部屋の中をねこうやってぐるぐるしながらなんかこう物体があったらねちゃんと目で見てこうやってね認識する必要があったので、総合的な時間とかめんどくささっていうのは意外とこう手動でやっていた時とそんなに変わらないかなと思います。今までね地面とかだけでオブジェクトはね自分で感知しておいたりしてたと思うんですけど、その辺のねここの部屋の中にオブジェクトがあったらそこも自動的にメッシュみたいなのでこう認識してくれるし、天井もね床も壁も全部ねライダーセンサーみたいなので認識してくれるので、その辺はね本当に楽です。で、かつコンテンツによってはそういうね壁を使ったりとか、この壁のところからね猫が出てくるみたいな遊びもやったんですけど、そういうところとかで今後ねいろいろ役に立っていくのかなっていう感じがしています。はい、という感じで今回はね本当にざっくりではあったんですけど実際に試した、動画を撮ってみました。本当にね10月10日とかにね多分届くとは思うので、その辺ねちょっといろいろ今のやつと比較しながら撮るかもしれません。楽しみにしていてもらえると嬉しいです。というわけで次の動画でお会いしましょう。ともろぐでした。